はい、皆さんこんにちは。どうもゆうたです。今回はね、久々の DIY 動画になるんですけど、前回とかも、Vlog、何回か続いて紹介の動画続いたりとかしてたと思うんですけど、今回はね、DIY の作業をしていこうと思います。で、今日何をするかっていうと、バックカメラ。僕のね、リアカメラが壊れちゃったみたいで、なんで、それを今日は交換していくっていうような動画になると思うんですけど、僕のバックカメラの使い方が多分普通の人とは違うので、ちょっと動画にしてみようかなと思って今日は撮影をするっていうような感じになります。はい、これが今現状のバックカメラ接続方法になるんですけど、車外のモニターをつけて、バックカメラを直接映してるような感じですね、モニターで。で、なんかね、よく GT カーとかでも、これデジタルインナーミラーもそうなんだけど、こうやって常時でリアが映るようになってるのが僕は好きで、こういう仕様にしたっていうのもあるんですけど、見てもらえばわかるけどね、僕のオーディオ周りが普通のインプレッサとは異なるので、今回モニターをこういう風につけてリアカメラを常時にさせたっていうような仕様にしております。接続方法はすごい簡単なんで、後でいろいろとご説明しながら作業していこうと思うんですけど、とりあえず現状でね、これちょっとボヤ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 ってなってるの分かりますかね。あとね、夜とかなると車のライトでもう何も見えなくなっちゃうんで、カメラの不良もしくはこういう風になった場合はコネクタを一回抜いたりとか抜き差ししてみて、それでも治んなかった場合はカメラを疑ってあげた方がいいかなっていう感じですね。で、僕は今回コネクタ抜き差しして何も変わらずだったのでカメラを交換することにしました。で、早速だけど、とりあえず内装ここら辺をバラしていきながらの配線を助手席側の下を通してトランクの方に持ってきて、最終的にここに取り付けるような感じにするんだけど、今回はせっかくなんでこういうタイプのカメラをやめました。基本的にこういうカメラがバックカメラっていうようなやつなんだけど、僕は汎用のちょっとカメラを使って埋め込み式のバックカメラにしていこうと思います。なんですごいスッキリ見た目も変わると思います。じゃあ作業していきましょう。よし、まず第一セットしてグローブボックス外してセンターコンソール外します。で、ここのステップを配線を通してリアの方にうまく持っていこうかなって思ってます。僕の場合内装は後ろないから比較的楽なんだけど、ここがねカーボンだからすげえ慎重にやらないと大変だからとりあえずよいしょ外していこうと思ってます。はい、ちょっと遅くなりましたが、今日取り付けるリアカメラというかカメラがこちらになりますね。データシステムの目立たずスマートに取り付けビルトインカメラっていうめちゃめちゃいいね。はい、カメラ自体はこういう風な感じで埋め込み式になってるんですね。だからサイドミラーとかね、結構サイドカメラとかにつけたりとか仕事でもしてたんだけど、今回こいつを使って取り付けをしていこうかなって思ってます。配線もね比較的っていうか普通だね。取り付け自由なカメラカバーっていうのもついてたんだけど、これだとねまた目立っちゃう。だから今回はこのまま取り付けようと思ってます。はい、中には取説とかメーカー保証とかこんな感じでこれは使うことはないかな。これがカメラかな。こんな感じでめちゃめちゃスリムかつスマートだから、ここまでボディ
っていうか、まあ、バンパーのところまで入るから、実際この分しか外には出ないんだよね。イメージ的にはこれよりも中に入る、こんな感じかな。まああとは専用のホールソーが入ってたりとか、まあ、あとは配線系っすね、ケーブル系。まあ、こんな感じでちょっと作業していこうと思います。はい、とりあえずセンターとダッシュ外して、ダッシュじゃねえ、ここ外して配線むき出し状態ね。これがめちゃめちゃ大変だよね。まあ、あとここのサイドステップ外してバンバンバンって後ろに行っていこう。よし、もうホールソー付属のやつで穴を開けていきます。これはもう失敗できない慎重に。完璧。わかるかな。こんな感じで穴開きました。でここにカメラを仮組みしていきます。はい、とりあえずねこんな感じで綺麗にはまりました。めっちゃスマート。まあ、こっからちょっと離れてみても、まああのカメラよりもいいかな。普通のバックカメラと比べてもこんなに変わりますね。めちゃめちゃスマート。まあだから本当目立ちづらくはなったかなって感じ。あとは配線を通して電源を接続したら終わりなんで、まあこれはあとで、この GDB、まあ僕の車の場合はこれのナンバーが上がるんで、そっからここの隙間からちょっと見えるかな、この真ん中のトランクの裏側、ここに配線が来るようになってるんで、まあ、ここからぐるっと、まあ、テールライトの方行って、あとこうやって配線を沿わせて室内の方に持っていきます。はい、ごちゃごちゃまあここら辺はね置いといて、でまずこのカメラ側から来てるプラス、まあ僕は ACC につなげました。常時で見たいんでアクセサリーついた時にもう映像が出るように。でこの緑がボディアース。まあね、ナビグラ GDB の人たちこういう風になってるんで、ナビのコネクターの配線からこっからイルミネーションとか、まあいろんな電源が取れるようになってます。でこうつないで、今度僕はこのモニターが別で車外でついてるんで、モニター側の配線にこの入力端子、これねよくねこの昔のテレビとかで見るようなこういう端子懐かしいよね。これファミコンとかでさよくあったじゃん。まあ、これの黄色端子、映像出力の端子をつなげて、まああとこれもアースかな、アースに落としてっていう感じで、今接続はとりあえず一通り完了したので点灯チェックしていこうと思います。いきます。はい、着いた。完璧だね。おお、めっちゃ広角やっぱ広角すぎるなこれ。ちょっとまああとカメラの角度調整しながら OK だね。これあとモニターの裏にこうやって
いろいろ明るさとかも変えれるんで、いいねいいねいいね。ミスったこんぐらいかな。ほら、こうやっていろいろ変えれますと。これ完璧だね。よし、じゃあこんな感じで配線アートをまとめながら内装戻していって終わりっすね。で、あとカメラ最後画角調整して終わりです。めっちゃ簡単だね。はい、今リアはもうすでに組みました。ここと、ここクリップやってねえや。ここを外して、このカバーを外してっていう感じで、とりあえずここは組んで、あとここサイドね、ここで配線をまとめて綺麗にここの内側に入れようかなって思ってる感じですね。ここもしっかりもうカバーもつけて、あとはこいつらつけて終わり。めちゃめちゃ簡単だからね。もし DIY でやろうと思ってる方いたら、ぜひリアカメラの配線はこんな感じで通せばいいんで、最終的にこっからこうぐるってこっちに来るような感じにしてあげればすごい綺麗にまとまる。ここもね、ほんとスペースめっちゃあるんで、こんな感じでここに配線を入れてあげたりとかしてあげればいいかな。はい、パネルもしっかり戻して作業は終了しました。こんな感じで配線をぐるっと持ってきて、最後後ろまで行くような感じになってます。で、肝心のリアカメラどうですかね。めちゃめちゃすっきりしてませんか。これでカメラパッと見、でもついてるように見えるけど前よりはいいかなって感じで、なおかつ、かなり広角になってるんで本当にめっちゃ見やすくなったんですよ。これおすすめっすね。目立たずスマートに取り付けできる、本当にそんな感じです。そう、これさ、この前ネットで見つけて買ったんですけど、もう車載のこういう風にここのつけるやつとかはもうガタガタになって取れちゃったりするんだけど、これだともうここも角度も変えられて、なおかつマグネットでくっつくタイプになるんで、これめちゃめちゃおすすめなんですよね。結構インプレッサー、この車揺れがひどくて、前のやつだったらもうほんと挟む系のやつだったからダメだったんですけど、これだとこうやってめっちゃ便利っしょ。しかも結構くっつくから、これネットで3000円ぐらいで売ってたかな。これおすすめな携帯ホルダーに なりますそんなことより、ほらどうですか、画角も調整してある程度見えるようになったと思うんですけど、これはやばいね。いい感じだね。多分後ろの車もちょっと見えるかなぐらいなんだけど、デジタルインナーミラーあるからそこは気にしなくていいんだけど、ディフューザーとか引っ掛けたり遠赤にしないように、こういうのはあった方がいいかもしれないですね。はい、じゃあこんな感じで今日は取り付けを終わりました。僕の運転席はこんな感じで、今ちょっとワイドレンズにしてるんだけど、めちゃめちゃいいね。しっかりモニターも映ってて、なおかつこっちもデジタルインナーミラー、これも映ってます。追加メーターとかね、あんまり僕は好きじゃないんで、逆にモニター系の方が好きで、レーダーとかもねそうだし、これもプーコンもそうだし H ケースの、こんな感じで今日の DIY は終了したいと思います。いい感じで見えてるね。バッチリだね。これね、
今気づいたんだけどね、これ逆になってんだよね。僕からして右側がこっちなんだけど、こっちが左側が映ってることに気づいて、説明書見たらなんかね、こういう感じで切り替えができるみたいなんで、ちょっとこれをやって直していこうと思います。すぐだよね。だからバックカメラとして使う人だったら、このモード切り替えをする必要があるっぽいっすね。はい、もう僕はね、すぐ撮りやすいようにこういう位置に入れたりするんだけど、カプラーっていうのがこれでした。これに要はこのちっちゃいカプラー、取り付けの付属のカプラーをつけてあげれば、今みたいに逆になるっていうような感じになるっぽいんで、説明書ちゃんと読めばいい話なんだけどね俺今初めて読んだ。とりあえずこんな感じで OK かな。明るいところから見てもだいぶ違和感がないかな。しっかりつけられてるね。あとはさっきやったような設定を、明るさの設定とか、あとカラーか、これマックス半分ぐらいにしておきますか。こんな感じで設定は完了ですね。いいんじゃない？めちゃめちゃいいね。はい、こんな感じで今日は動画を終わろうかなと思います。ほんとね、バックカメラはすごいノイズ入ってたりして、すごい夜間とかも全然見えづらくなって、急に本当に死んだんで、カメラもそうだけど、急に死にますよね、やっぱりね。だから普段からちょっと気を使ってるんだけど、やっぱ壊れるときは壊れるんで、その時しっかり対処していければいいかなって。自分でやれば工賃なんてかかんないから、カメラとか取り付けとかだってそんな難しいことじゃないんで、自分で挑戦できることはしてこれからも行こうかなって思ってます。ちょうどね、今サンセットすごいいい感じだから写真撮って今日は動画を終わろうかなと思います。写真の方はインスタグラムの方をよければチェックしてみてください。結構最近はね、コラボレーションとかコラボレーションとかもね、いろいろさせていただいてて、本当に楽しくやってます。じゃあぜひね、よければインスタグラムの方もチェックしてみてください。今日はね、こんな感じで DIY 動画終わろうかなと思います。じゃあこの動画が良ければぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた。